はいどうもストックロックです。今日はですねミニルーターのための棚を作っていきたいと思います。おそらく皆さんもサムネで完成形は見ていると思うんですけれども、今回はねかなり敗北の予感しかしないんですよね。わざわざねお金かけるのもったいないんで、家にある材料でなんとか作ろうと思ってるんですけど、それがね今ここに見えてる材料になります。 18mm のパイン集成材、こんなちょっと中途半端なものが2枚余ってたのでこちらをメインに使ってきます。あとこちらのね L 型の、金属製のアングルですね。はい、これねずっと余ってたんでこの1本なんとか使って、以前紹介したねマグネットのバーをくっつけられるような感じにしようかなと思ってます。でプラスこれもサンプルで1個作ってみたんですけど 3D プリンターで作った、プラスチック製の、こんな台ですね。要は今回はこれを2つ使ってどんどんと、でその上に棚を作って、でこの金属のボッコをなんとか立ててみようかなと思ってる次第です。でミニルーターを引っ掛けるための棚になるので結構高さが必要なんですよね。で測ってみると45センチ以上あった方がいいかなっていう感じなので、これも実際20センチ弱、18センチだったかなで設計してとりあえず作ってみたんですけど、これだけ広さが狭いのに高さを出すととっても不格好な感じになるんですよね、絶対に。で分かってるんだけど、なんとかこの木材とプラスチックと金属の融合ですね、この3つの異なった材質のものを使ってなんとか1つのものを作りたいなって前から思ってたんですけど、それの第一歩として不格好だけどとりあえずやってみる精神で作ってみたいと思います。では早速作業の方に移っていきたいと思いますので行ってみましょう。レッツゴー。まずこの L 型のアングルですね、こちらをね切っていきたいと思います。で長さはね25センチにします。ではいっちゃいます。これをねもう1本作ります。はい OK です。これで2本。やっぱりねこのチップソー切断機便利ですよね。こんなのサンダーでやってらんないもんね。ということで次の作業に移ります。はい、次はね溶接していきます。こちらのね座金ですね、この座金とあと先ほど切った L 型のアングル、こういう感じで溶接していきます。こうですね。ではやっていきます。うわ、めっちゃ下手くそだ。なんかやばいぐらい下手くそですね。でもとりあえずがっちりついたんで大丈夫、外れないんでこれでよしとします。はい、ということでとりあえずねこんな感じで鉄の柱はできましたので、次はねこれに塗装していきたいと思います。で今回使うのは久しぶりにこのねアイアンペイント、こちらでね黒く塗装していきたいと思います。でこれ鉄に塗る場合はねプライマーを塗らなきゃいけないのでプライマーをかき混ぜますと、薄くプライマーを塗ったくってきますよと。全然掃除もしないで塗ってるから後で剥がれてきそうだねこれね。いいんじゃなかろうか。いいんじゃないですかね。とりあえずこれで乾燥していきますと。ではそろそろプライマーが乾きましたので、次はこちらのアイアンペイント、アイアンブラック、こちらをね塗っていきたいと思います。これ久しぶりなんで、硬て、中大丈夫か。なんかかき混ぜた方がよ。なんか表面やべ、固まってる。塗れない。これはダメそうだな。なんでこんな固まっちゃったの。全然ダメですねこれいやマジか。塗ろうと思ってたこのアイアンペイントが完全に固形になってたんですけど、今お湯を入れながらですね実はずーっとかき混ぜてます。ちょっとダマになっちゃってるんで正直仕上がりはね良くないんで使うべきではないっていうことは分かるんですけど、わざわざこれのためにねこの塗料を買わなきゃいけないっていうのがもういかんせんめんどくさいしもったいない。40分かけてやっとこのぐらいまで来ました。なんか使えそうじゃないですか。ダマはあるんで仕上がりには絶対影響出ますけど、もう飽きたし手が痛くなってきたんでどうなんだろう。これでちょっとやってみようか。ほら、なんかいつもよりシルバーチックになってる気がする。なんかスライムみたいですねもう
なんか黒っていうよりシルバーになってるな。やっぱりちょっとこれまずいね。なんか黒じゃないよね、シルバーだよね。あ、やっぱりなんか変な感じする。塗料じゃねえな、もはや。はい、ということでアイアンペイント新しいのを買ってきました。でっかいの全部もう固まってベコって取れたんでね、今回はちっちゃいのを買ってきました。大丈夫だよな、固まってねえよな。あ、やっぱり全然違う。ほら、全然違うわ。あとはペッペッペッと塗っていきましょう。実はこれ金属に塗るの初めてですね。ちょっとボコボコ感が出るように叩くような感じで塗っていきます。よし、とりあえず OK ってことにしますはい、ということでだいぶもう乾燥したと思うんで見ていきたいと思います。あ、やべ、くっついてるいい感じ。やっぱりね、このアイアンペイントいい質感出ますね。これで黒いメタルチックの柱が2本完成しましたよと。メタルチックというかもともと金属なんだけどね。金属が終わりましたんで、次はプラスチックと木工、この2つをやっていきたいと思います。プラスチックはもう 3D プリンターで作ってきちゃったんで、もうこれ取り付けるだけなんですけど、でこの土台になる板、こっちはねそのまま使いたいと思います。なぜっていうと、切るのめんどくさいから。でこの細長い方ですね、これだけはちょっと幅を合わせて先にカットしちゃいたいなと思います。何センチあるんだろうね。400ぐらいあるんですね。402、まずこれカットしちゃいましょう。402、これで幅が揃いましたよと。よし、じゃあここからね穴開けの加工に入りたいと思います。今ねだいたい線を引いて、あと穴の位置もね印をつけました。でちょっとね急遽ここカットすることになっちゃったんだけど、ここカットして、あと穴開けですね、こちらの方を進めていきたいと思います。でやっとねこの線を引く段階で頭の中でだいたい設計ができましたはい、っていうことで、こんな感じでプラスチックのブラケットと、L 型の金属のボッコですね、あれを取り付ける穴を開けました。続いて面取りをしていきます。面取りはね前の部分だけします。これ2段目の上の棚の方なんですけど、これの上にね金属のボックを立てるわけなんですが、このボルトで留めようと思ってるので、はい、このボルトが埋まるようにちょっと掘っていきます。よし、じゃあこんな感じで材料が出来上がったので、次は色を塗っていきたいと思います。色はねいつものこれウッドラブオイルステイン、今回はウォルナットでこちらで仕上げていきたいと思います。なんだかんだこれなんですよね。僕は楽というか乾くの早いんでね。ただねこの塗装擦れると結構取れてくるんで、嫌な人はねニス塗ってあげるといいと思います。僕はねこの色ムラが好きなんで、綺麗に塗りたい人はハケとか使って塗ってくださいね。はい、ということで加工の方が終わりましたので、いよいよ本体を組み立てていきたいと思います。で組み立てに使うのはね、家で余ってたこれを使います。ただこの M6 の3センチが使いたくて、それ用に穴を加工してたわけですね。単純にこれで固定していきたいと思います。実際にね組み立ててみてどうなるのか、ちょっと怖いところではありますけど、冒頭で言った通りいい見た目にはならないような気がするんですよね。ちょっとドキドキしますね。よいしょ。正直全部木材でやった方がいろいろ加工も楽だったんだけどね、今回はプラスチックと木材と金属の融合ということで、絶対にこの3つはね使って作ろうとは思ってたんですけど、実際はどうなんでしょうね。わざわざ融合する必要があったのか、そのあたりがちょっと謎ですけど、とりあえず仮止めの状態で若干遊びがあるんでね、遊びを調整して最後に本締めしていきたいと思います。
でもこれせっかく黒いのにボルトだけシルバーなのちょっとダサいね。最後に塗ってもいいかもしれない。これはこれでちょっと置いておいて、先にこいつだね。これを取り付けないとこの後ろの取り付けのボルト穴が見えなくなっちゃうんで、これちょうどプラスチックで隠れる部分なんですよね。これを先に固定していきますと。じゃあこれで面取ってる方が前なのでこうしたいんだな俺は。おー、なんかついに合体ですね。あ、いいかも。でこの全部ボルトで取り付けるあたりがなんかまた武骨な感じがして良くないですか？若干めんどくせえけど、よし、ちょっと回るぐらいでこいつと合体していきます。おりゃドン。本当にこれがかっこいいのかはマジで疑問だな。いや、この上のシルバーはちょっとダサいね。これは塗った方がいいかも。とりあえず仮組みができましたと。で微調整をして本締めをしていきます。よし、 OK。 とりあえずね、下の部分はがっちり固定できました。はい、もう完全に持てる状態ですね。であとはこの上の金属部分なんですけど、ここにはね、以前紹介したこれを取り付ける予定でございます。ぐるっと、これがね正面になるんですよね。で正面の方にこれを取り付けようと思ってます。あ、差がある。マジか、取り付かねえじゃん。嘘だろ。計画が丸崩れなんだがくっつくんだけど、こいつ結構重いんですよ。こいつの重さで下がってきちゃいますね。はいこれは完全に俺のミスだ。どうしようかな。ちょっとこれは後で対策を考えましょうか。なんとかここで固定できるようにね、これ固定できれば結構ほらかっこいいでしょ。かっこいいか、やっぱ微妙だな。とりあえずこの向きだけ合わせてこの金属のボッコを固定しちゃいます。いやー、これは久々にショック。マジでショック。ちょっとショックすぎますね。よし、とりあえず固定はできたんですけど、次はこいつの取り付けを考えなきゃいけません。これ稼働できるのが一番いいなと思ってたんですけど、磁石でね、その夢が今ついえてしまっているので、なんとかここにちょっとストッパーみたいなものをつければ、こんな感じでね、それでいけるのではないかなとは思うんで、ちょっと何かしら考えてみます。はい、あの後ですね、いろいろ検討してみたんですけど、なんとあっさり解決しました。下にねマグネットフックを取り付けました。これもともと金属の柱にねつけるために買っておいたんですけど、4個入りでそのうちの2つですね、バーの下に設置することによって普通に固定されましたね。これなら大丈夫だと思います。できればもうちょっと分厚いものだと安心はできるんですけど、とりあえずこれで、振ったりしても落ちないのでこれでいこうかなと思います。でこのマグネットフック、これが肝なんですよ。あと2つありますんで、このマグネットフックを横にね、ここに取り付けて、ついちゃった、やべえ。でここにねリューターをぶら下げたいなと思ってるんですけど、こいつねめっちゃ強力すぎて、もう塗装が剥げるぐらいねめっちゃ強力なんですよね。本当は今位置を決めてつけたかったんだけど、ちょっとね傷ついちゃったりするんですよ。ここで前に紹介したこのリューターくんですね。あとは高さを合わせて、またやっちゃった。でこんな感じでぶら下げて、あとは電源コード、これを挿してこれですね、これでウィーンと削っていくと。でビット交換はここでできて、でこのリューターについてきた付属品ですね、これかなり多かったんで下に引き出しを作ってその中に収めたい、そんな感じの棚ですね。ということでとりあえず目的は果たせそうなので、いけてますね。これほんとマグネットすげえわ。これ全然動かん。これほんと助けられたね。4個入りでよかったです。4個入りじゃなかったらこれね支えることできなかったんで、ここにもね何かぶら下げることができると思うんで、あと1個どうしようかな。逆側につけとけばいいのか。とりあえずこんな感じでぶら下げておきます。ということで次はねこの下の棚を作っていきたいと思います。ここはあんまり動画に映してもしょうがないかなと思うんで、サクッと適当に、板の厚さとかね全然揃わないと思うんですけど、機能がね満たされればいいと思っているので、とりあえずやってみたいと思います。集塵機のホース抜けてたわ。なんだこれ。
はい、ということで材料を切り出せたのでこれを貼り合わせていきたいと思います。本当はねルーターで溝を掘って差し込んであげた方が強度は出るんですけどめんどくさいんで、そんなにね重いものも入れないですしね、全然、ボンドの接着のみで大丈夫だろうとそう踏んでます。気になったら後でね何とでもなる部分なんで、しかもこれぐらい軽い板だとそんなにクランプしなくても割と十分強度が出るので、もう手でクランプです。そろそろいいかな。で最後にこいつですね。では貼り合わせていきます。またしばらく手でクランプします。よし OK かな。クランプしないって何事かって感じなんですけど、本当はねちゃんとクランプした方がいいですよ。本当に強度が必要ないので今回はこうしただけで、今この作ったね箱を収めてみたんですけど、後ろ側のね留めですね。はい、ここ箱のストッパーですね。ここの部分を作っていきたいと思います。っていうかもう端材があったので長さだけちょうどいい長さにカットしたので、この状態で留めていきたいと思います。その前に色を塗った方がいいかなと思うんで、ちなみにこれパイン集成剤ですね。カットした端切れです。これでこの箱くんがスコンと収まるようになりましたね。あとはこの箱も色を塗りましょう。さーっと。よっしゃ。とりあえず良さそうな感じなので、あと入れた時に中見えなきゃいいな。見えないでしょう。よし OK。 じゃあこれに最後は取っ手をつけていこう。取っ手は100均で買ったのがね余ってるので、これどこで買ったんだっけな。セリアだっけな。多分セリアだと思うんですけど、セリアはねこういうアンティーク系の取っ手とか金具とか結構置いてるんですよね。でこれを取り付けるために一番手前の板だけちょっと分厚くしましたよと。めっちゃ手が汚いけど、はい、ここに取っ手をつけます。よし、いいんじゃないでしょうか。 OK 完成。はい、終わりと言いつつ仕上げにこのビスですね、アイアンペイントブラックで塗って終わりにしたいと思います。はい、ということで完成しました。出来上がったのがこちらになります。最後にねこのビスとかも全部黒く塗りました。黒にしたことによってほとんど2色になったんで、かなりまとまりが出て、見た目もいい感じになったと思います。当初作る前はこれ出来上がりかなりダセーだろうなって思ってたんですけど、案外いいところまでいけたんじゃないかなと個人的には思ってます。そして今回のコンセプトは何といっても、木とプラスチックと金属、この3つを組み合わせて何かものを作りたいなって思ってたんですけど、それもね今回見事達成することができました。で一番良かったのはプラスチックを使うことによってやっぱりね軽くなるんですよね。金属使うとなるとかなり重たくなっちゃうんじゃないかなって懸念があったんですけど、いざ出来上がってみるとかなり軽いです。なのでその点に関してはこのプラスチックの足がねかなり恩恵を与えてくれてるんじゃないかなと思いました。でもう一回おさらいをするとですね、こちらのミニルーターですね、どうしてもこう引っ掛けるところが欲しかったんですよね。で今回これ作りましたんで、もうこう引っ掛けてですね、あとはいつも使ってるこれですね、これでウィーンと作業をすると、ここビット取り付けれますし、ここを作業台にしてもいいし、そんな感じの、ミニテーブルっていうのかな、そんなのが欲しいなと思ったんで今回作りました。でこれを買った時にですね付属品がめちゃくちゃ多かったんですよ。結構収めるのが大変だなと思ったので、今回この下にボックスを作ってこの中に付属品を収めようっていう魂胆ですね。という目的のために今回作ったんですけど、やってみたら結構ね大成功でした。なので今後はミニルーター使う時はこれを使ってね、作業できればなと思ってます。で使う時ねこれごとそのままガバッとこう持ち運べるんでね、このまま持ってくれば OK っていう感じにしたいなと思います。ということで、今回使った材料をね載せたいなと思ったんですけど、全部ね家にあったものなんで、何とも言えないんですよね。購入したもの、ミニルーターとあとこのマグネットのバーですね、こういったものはまた概要欄の方にリンクを貼っておきますので、気になる方はチェックしてみてください。ということで今日はこんな感じで終わりたいと思います。この動画を見てちょっとでも面白かった、参考になった方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。またね。